こんにちは。ゼロから行政書士第55回です。前回で民法を一通り学び終えました。今回からは商法会社法に戻ります。テーマは株式会社の期間の第1回です。期間とは会社を動かす仕組みのことです。誰が会社を動かし、誰が決めるのかを学びます。株主総会や取締役といった中心の機関を扱います。肩の力を抜いてじっくり理解していきましょう。まず今日学ぶ内容を整理します。一つ目は機関設計の基本です。会社の意思を決める株主総会の権限も確認します。二つ目は取締役とその集まりです。取締役の選び方や負う義務を見ていきます。取締役会の働きも合わせて学びます。三つ目は会社を代表する代表取締役です。それでは早速始めましょう。はじめに会社の機関とは何かを確かめます。会社は法律の上で人として扱われます。しかし生身の人間ではありません。そのため自分で考えて動くことはできません。そこで会社のために動く人や組織が必要になります。この会社のための地位や組織を機関と呼びます。株主総会や取締役がその代表的な機関です。まずはどの機関を置くのかを見ていきましょう。次に機関設計の基本を見ます。株式会社には必ず置く機関があります。それが株主総会と取締役です。この2つはどんな会社にも欠かせません。一方で置くかどうかを選べる機関もあります。取締役会や監査役などがこれにあたります。会社の規模や株式の仕組みでその要否が変わります。会社ごとに機関を組み合わせて設計するのです。はじめに株主総会について学びます。株主総会は株主が集まる会議です。ここで会社の重要な意思を決めます。その権限は会社の仕組みによって変わります。取締役会を置かない会社では権限が広くなります。会社に関するあらゆる事項を決められます。一方、取締役会を置く会社では権限が絞られます。法律と定款が定めた事項だけを決めることになります。権限の広さの違いはしっかり押さえておきましょう。続いて、株主総会の開き方を見ます。株主総会には大きく2つの種類があります。一つは毎年決まった時期に開く定時株主総会です。決算の後などに定期的に開かれます。もう一つは必要に応じて開く臨時株主総会です。総会を開くには株主への招集通知が必要です。通知は株主が準備できるよう前もって送られます。通知すべき時期は会社の仕組みによって定められています。次に株主総会での決め方を見ます。決議には内容に応じて重さの違いがあります。基本となるのが普通決議です。出席した株主の議決権の過半数で決めます。より重要な事項には特別決議が必要です。定款の変更や合併などがこれにあたります。特別決議は3分の2以上の賛成で決めます。さらに重い事項には特殊決議という要件もあります。続いて取締役について学びます。取締役は会社の業務を担う役員です。取締役は株主総会の決議で選ばれます。選ぶのも辞めさせるのも株主総会の役割です。株主総会はいつでも取締役を解任できます。取締役会を置く会社では人数の決まりがあります。その場合、取締役は3人以上必要です。選ばれた取締役は会社に対して重い義務を負います。次にその義務の中身を見ていきましょう。ここで
取締役が負う義務を見ます。取締役は会社から仕事を任された立場です。そのため、注意深く職務を行う義務があります。これを全館注意義務と呼びます。また、会社の利益のために働く忠実義務も負います。さらに、会社と競合する取引には制限があります。会社と利益がぶつかる取引にも会社の承認が必要です。取締役には会社を裏切らない責任が求められるのです。次に、取締役会について学びます。取締役会は取締役全員で構成される会議です。ここで会社の業務の方針を決めます。重要な財産の処分など大きな決定も行います。こうした重要な事項は個々の取締役に任せられません。取締役会はもう一つ大切な役割を持ちます。取締役同士が互いの職務を監督し合うことです。会社の暴走を防ぐチェックの働きがあります。決定と監督の2つの役割を持つ会議体です。続いて、代表取締役について学びます。会社が契約を結ぶには代表する人が必要です。その役割を担うのが代表取締役です。代表取締役は会社を代表して取引を行います。取締役会を置く会社では取締役会が選びます。日々の業務を実際に動かすのも代表取締役です。いわば会社の顔として外に向き合う立場です。その行動はそのまま会社の行為として扱われます。それだけに大きな責任を伴う立場でもあります。ここで少し発展的な論点に触れます。重要な取引には取締役会の決議が必要です。では、決議を経ずに取引をしたらどうなるでしょう。これを代表取締役の専断的行為と呼びます。取引の相手を守る必要から原則は有効とされます。ただし、相手の事情によっては効力が否定されます。虚偽のないことを相手が知っていた場合などです。細かな判断は判例や教材で確認しておきましょう。ここで今日のクイズです。株式会社の期間について正しいのはどれでしょう。A はすべての会社に取締役会を必ず置くです。B は取締役は株主総会の決議で選ばれるです。C は代表取締役は株主総会だけが選ぶです。少し考えてみてください。正解は B です。取締役は株主総会が選ぶのでした。取締役会は選択制で、代表は取締役会も選べるのでした。それでは今日のまとめです。一つ目は期間設計の基本です。株主総会と取締役は必ず置くのでした。取締役会や監査役は選択制でした。二つ目は株主総会の決議です。普通決議と特別決議で会社の意思を決めるのでした。三つ目は取締役と代表取締役です。義務を負いながら会社を動かすのでした。ここまで株式会社の期間を学びました。期間設計の基本と株主総会の権限を整理しました。取締役の義務や取締役会の働きも確認しました。会社を代表する代表取締役も学びました。次回は期間のもう一つの柱を扱います。会社をチェックする監査役などの仕組みです。さらに役員が負う責任についても学びます。今日の内容もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。